おはようございます。私からはですね、今日3点、まずはご報告をさせていただきます。まず1点目ですけれども、医療従事者、介護従事者の中で発熱の症状を出ているような方々についてでありますが、本日ですね、医療従事者、介護従事者の方々の中で、発熱や頭痛、他にもですね、いろんな初期症状といいますか、あるわけでありまして、例えば味覚だとか嗅覚だとか、そういうところに異常が出ている方々、こういう方々に対してですね、検査を積極的にやっていただくようにということで、都道府県に、いよいよこれ、インフルエンザ等々も含めて、発熱のですね、患者が増えてくる秋冬に入ってまいりましたので、都道府県に周知をいただくためのですね、発達といいますか、通知を出したということでございます。各それぞれの機関で徹底をいただきたいというふうに思います。やはりクラスターという意味からするとですね、高齢者、それから基礎疾患を持っている方々は、以前から言われております通り、重症化のリスクが高いということでございますので、そういうところでクラスターが起こりますと、これは大変でございます。そういう意味も含めて、医療関係者や介護従事者関係者の方々にはですね、補正等々で、慰労金という形で、日頃の生活から自らの感染をですね、防いでいただいているというところで、謝意を込めてのそのような対応をさせていただいたわけでありますが、ますますですね、これから発熱等々が疑われる症状が非常に増えてくる、こういう時期に入ってまいりますので、改めて通知を出してお願いをさせていただいたということでございます。それから次にですね、13日のアドバイザリーボードでですね、議論をいただきましたけれども、高齢者施設における面会でありますとか外出、これに関してですね、昨日付で具体的な取り扱いをしました、事務連絡を自治体、関係団体宛てに発出をさせていただきました。面会についてはこれまで全国一律でやむを得ない場合を限って制限をしてきたわけでありますけれども、今回はですね、この事務連絡では地域の感染状況を踏まえて管理者が制限の程度を判断した上でですね、実施する場合は適切な感染防止対策を取っていただくということでお願いをいたしております。もう長く面会もご家族もできていないというようなこともあります。今までもオンライン等々ではしていただいておりましたけれども、実際面会、介護施設等々に来ていただいてしていただく場合に、それぞれの地域の感染状況にもよりますけれども、十分な感染防護、あまりその入所している部屋に行っていただくようなことですと、広がっちゃう可能性もありますので、特別な例えば部屋を作っていただいて、しっかり感染防護のための換気でありますとか、マスクでありますとか、手洗いでありますとか、しっかりやっていただいた上でなどのですね、一応今までの事例といいますか、留意事項等々、示しているものの事例もありますから、そういうものを参考にしていただきながら、これから検討いただきたいと、対応いただきたいと思います。それから施設入所だけではなくて、一般の高齢者の方々、こういう方々もですね、やはりなかなか外に、出づらくといいますか、出る機会がずっと減ってきておられるという話がお聞きいたします。やはりなかなか出ていただかないと、筋力の低下でありますとか、人と会わないということによってですね、いろんな機能の低下というものもですね、予想はされるわけでありまして、そういう意味ではですね、感染予防と活動、生きがいとのバランス確保、こういうような観点からですね、集まろう集いの場ウェブサイト、これ9月に厚生労働省としてですね、開設をいたしました。今後はですね、この情報発信に発信力のあるですね、例えば石坂浩二さんでありますとか、それからアナウンサーの記者さん等々起用させていただいてですね、高齢者に直接的に届くようにということで、新聞やテレビを活用した情報の発信でありますとか、それから全国自治体へのポスターやチラシの配布、さらにはですね、町内放送や広報誌など、いろんな媒体を通じて、
こういうことを広報していって周知をさせていただきたいというふうに思っております。それからもう一点ですね、感染の予防費、感染症の予防費ということで、本日、閣議でですね、雇用調整助成金の特例措置に必要な経費といたしまして、4000億円、約4000億円の予備費、これをですね、決定をいたしました。雇用を守るということで、雇用調整助成金、特例という形でありますけれども、12月末までですね、これを特例措置の延長をしているところでありまして、それに向かっての4000億円ということでございます。引き続きしっかりと雇用を守ってまいりたいというふうに思います。私からは以上でございます。それでは質問をお願いいたします。